つるくんです。今回はベルファインさんから発売されたブレードランナー2049に出てくる主人公 K の乗るスピナーのプラモデルが出ましたのでご紹介いたします。映画のブレードランナー自体はご存知の方が多いと思います。ブレードランナー2049はブレードランナーの続編として出てきた映画になります。スピナーというのは車なんですが、地上も走るし空も飛ぶという、要はエアカーですね。そういった車になっています。K がこのスピナーに乗っていろんな場所を訪れていくというシーンが結構ありました。前作のブレードランナーに出てくるポリススピナーは、パトランプが結構いっぱいくっついてて、かなり派手な車だったんですが、K の乗るスピナーについては意外と地味な感じがちょっとするかもしれません。ただですね、ポリススピナー同様ドアがですね上に上がったりとかですね、あと前方にライトがあったりとかですね、そういったところは前作のブレードランナーを引き継いでいて、なかなかですね興味深いデザインになっています。こちらの K のスピナー自体は以前ミニカーでご紹介をしてはいるんですが、プラモデルになったのは初めてじゃないかなと思います。そもそも K のスピナー自体がそれほど人気があるという感じはしなかったので、かなり意外な登場でしたね。もちろん私はブレードランナー大好きですから、こうやってプラモデル化されるのはもうすごく嬉しいですね。ポリススピナーのもこの間の見本市でモックアップが出てたみたいですので、そちらの方もかなり期待しているんですが、まずは K のスピナーからですねじっくり見ていきたいと思います。ちなみにスケールの方は32分の1ですね。車のプラモデルって24分の1が多いんですが、32分の1というのはちょっと変わったスケールかと思います。どうせなら24分の1で出してくれればとは思うんですけどね。それではボックスの方を見ていきたいと思います。箱の表は K のスピナーのイラストが載っています。こちらにドローンの方ですね、この背中から飛び出すドローンの方も書かれています。ここになんとなく女性っぽい姿があるのがちょっと YouTube 的に危ないんですが、映画の中では立体像の女性が出てきたりして、結構色っぽいシーンもありましたね。箱の横は表紙と一緒のイラストと K のスピナーですね。反対側も表紙のイラストと K のスピナー、それからベルファインさんのロゴが書いてあります。こちら側もスピナーのイラストとロゴという形になっています。箱の裏側はスピナーのプラモデルの写真がいくつか載ってますね。結構コックピットの中も作り込んであったりとかですね、こちらのちゃんとドアがですね開閉するという感じで載っていますね。あとこういったところがクリアパーツになってると嬉しいけど、なんとなく違うっぽいなではですね、早速箱の方を開けていきたいと思います。それではよっ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 と、それではオープン。結構でかいマニュアルと、こちらはデカールの方ですね。水転写っぽいデカールが入っています。それからクリアパーツの方ですね。フロントガラス、ドア、あと後ろですね。全部が全部クリアパーツってわけにはいかないみたいですね。それから本体の方ですね。本体のランナーは黒に見えますね。K のスピナーってシルバーっぽい色だったような気がするんですが、成型色自体はほぼ黒に見える感じですね。こちらはタイヤのパーツだな。タイヤはゴムじゃなくてプラスチックの組み合わせで作るみたいですね。
あとは色違いのライト部分みたいですね。それから座席のシートの方、こんなところですね。内容物はこんな感じですね。スケールが32分の1ということで、かなり小さいキットじゃないかと思ってたんですが、それほど小さいというわけではなさそうですね。前にバンダイがバットモービルを35分の1で出してましたけど、だいたいそんな感じの大きさになるんじゃないですかね。ではですね、早速組んでいきたいと思います。こちらランナーの方なんですが、改めて見てもですね、成型色はやっぱり黒に見えますね。マニュアルにはダークグレーって書いてあるんですけど、見た目はやっぱり黒に見えますね。ランナーの方もちょっと変わっていて、番号がですね、部品みたいな感じで A って書いてありますね。ランナーの裏にはですね、通常メイドインジャパンって書いてあるんですが、メイドイン東京ジャパンって書いてありますね。ベルファインさんの会社自体が東京にあるということでこうなってるのか、もしくは工場はさすがに東京にないような気もするんですけど、東京近辺で作ってるよっていう感じなんでしょうね。K のスピナーのマニュアルの方なんですが、黒とグレーが基本で、一部矢印が赤色だったりとかですね、他の色が使われていたりします。面白いのがですね、例えばこれが運転席のメーター関係なんですが、細かくですね、マニュアルの中に例えば艶消しブラックにしろとかね、ダークグレーにしろとかね、注意書きのような感じで色の指定がされていますね。なかなかこういった細かいところの色指定っていうのは、こんな形の方が分かりやすいという気はしますね。このマニュアル真ん中で日本語版と英語版に分かれてます。全く同じ内容が日本語と英語で書かれてますね。内容の割には厚みのあるね、マニュアルになってるんですよ。それは二重になってるから厚くもなるよなっていう感じはしますが、なかなか面白い試みではありますね。カラーガイドも運転席周りは書いてあるんだけど、車体の方に関しては書いてないんですよね。そこら辺がちょっとよくわからないところですね。普通はこれに本体色何色だよとか出てくるんですけど、このマニュアルはそういったものが書いてないですね。ランナーにはダークグレーって書いてありますけどね。なんか親切そうでいて不親切なマニュアルにも取れますね。早速ですね、これを見ながら組んでいきたいと思います。まずは運転席関係を組んでみました。ちゃんとですね、モニター関係がついていて、レバーがついてますね。実物大のモデルは確か普通にハンドルがついていたような気もしますが、このモデルでは、ついてませんね。あとこちらのシートの方がですね、若干動くという感じになっています。そこそこ作り込んであるので、あとデカール関係を貼ればですね、かなり見栄えのするものになると思います。裏側はペダルが4つついてるのが分かりますね。これは助手席の人も運転できるのかなこの運転席にこの車体の下側のパーツですね、これをはめていきます。一部の部品はアンダーゲート処理がしてあって切り口が目立たないようになっています。でこれにですね、この上側のパーツをつけると。でこれがライトなんですかね。この部分が色違いのパーツになっています。こんな感じですね。この後ろのパーツはこの縦線のラインと枠が別パーツになってて、この深さみたいなのが結構出てですね、なかなかいいパーツ分けかなと思います。でこれにですね、両サイドをつけていくと。プラの材質としては結
構柔らかめの材質になってますね。よいしょと。ご覧の通りライトは非常に取れやすいです。これは一番最後につけた方がいいかな。もしくは、この部分のライトは接着しちゃった方がいいかもしれません。これが車体の部分になります。ドローン用のくぼみが設定されています。なかなかこの段階でもですね、結構細かく作り込まれていていい感じですね。K のスピナーのタイヤなんですが、前に2つ後ろに1つという三輪車なんですね。まずは後ろのタイヤの方なんですが、車のキットでよくあるのはゴムのタイヤなんですけど、このキットは全部プラスチック製になっていて、この丸い芯にですね、この側をはめることによってタイヤを表現しているという感じになっています。組み立てると本当にタイヤっぽい感じになるんですが、ゴムのタイヤってやっぱり経年で傷むことを考えると、こういったプラのタイヤもありかなという気はします。タイヤを支えるアームの方ですね。これをつけて、これを本体にはめます。この部分は上からはめるんじゃなくて、後ろから刺さないとはまらない感じですね。で、後ろのタイヤをつけて、こちらの下側のパーツですね。これをはめると。今の段階ではクリアのガラスパーツですね。そういったものははめていません。で、後ろのタイヤをつけるとこんな感じですね。前輪部分のパーツなんですが、ここが抜けているので、このパーツで塞いで、こんな形でへこんでるようなイメージになりますね。で、あとこの正面の部分ですね。ここにこの白いパーツがはまってきます。よっと。見ての通りですね、かなり小さいパーツなんで、電飾をするのは結構大変だと思います。なぜならですね、裏を見ても分かる通りピン穴だらけなので、ここに電飾を通していくっていうのは結構しんどいと思います。この部分の光り方は上、真ん中、下の3箇所が光るというふうに、映画の中ではなってますね。ただこれをこのスケールのモデルで再現しようとすると、結構しんどいかなという感じですね。で、この前輪のタイヤなんですが、残念ながらコロ走行ができるようなタイヤにはなっていません。このタイヤの切れ端みたいのをここにこう刺してタイヤっぽくするか、もしくはこちらの空中を飛行するタイプの前輪ですね。こんな形で前輪を引っ込めた形状にするのか、ここは選択式になっています。で、ここにですね、このパーツをはめて、正面の部分のヘッドライトですね。これをつけて、このヘッドライト部分もですね、光らせようとすると結構しんどいかもしれませんね。実際ね、この上の丸っこいところとですね、この下の部分と全体が光るような感じになるんですが、さっき言ったみたいにですね、なかなかその電飾を仕込むスペースがですね、あまりないという感じですね。で、この内側の丸っこいのをつけて、じゃあ一応タイヤにしときますかね。これをはめておいて、これで前輪部分の完成となります。で、これが2つですね。で、こちらの本体の方に接続をします。この穴にこの手前のピンをはめていく感じですね。よいしょ。
コロ装甲は残念ながらできないんですが、着地体勢ですね。こういったものが取れるようになっています。結構デカめのワイパーをはめて、扉の方はこのピンに刺すんですが、このピンの先が二股に分かれてるんですね。でこれを刺しても二股が分かっちゃうんで、この辺はぜひパーツかなんかで塞いでおきたいところですね。残念ながらキットの方はそういったものはついてませんので、プラ板かなんかで塞ぐのかな。ちょっとそんな工夫が必要になってきますね。だいたいこんな感じで本体の組み立てといったところですね。ドローンの方は非常に薄っぺらい部品なんですが、これがこの背中に乗ってくると。であとはですね、細かいライト関係を一応つけてみます。車体の下部のライトは、この部分ですね。先端に2つ、サイドに2つ、それから真ん中あたりに1つ、あと後ろの方に1つですね。ここにナンバープレートがついてくるという形になっています。車輪の収納の方は、この車輪の両サイドのフレームですね。これを押すことによって下側に落とすことが可能になってます。結構へこむ感じですね。じゃあこれどうやって出すんだって言われた時に、どうやって出すんだろうねっていうのはあるんだけど、これ出す時になんかで引っ掛けて出さないと厳しいなこんな形で後輪の方は、出したり引っ込めたりということが可能になっています。最後にこちらのクリアパーツの方をはめてみました。組み立てる途中にこういったフロントガラスとかのクリアパーツをはめてしまうと汚れたり傷がついたりする可能性あるので、一番最後にスポッとはめるのがいいんじゃないかと思います。クリアパーツについてはフロントガラス、ルーフトップ、ドアと、あとですね、こちらのお尻の方ですね。こちらの方ちょっと分かりづらいんですけど、ここにもですね、クリアパーツが使用されています。こちらのドローンの方は3パーツで構成されてるんですが、このドローン用の台座が付属していますので、それに挿して飾るもよし。こちらをですね、外して、でもう一つジョイントパーツがあるので、こちらをですねつけて、車体のこの穴の方ですね、ここに刺せば一応固定ができるようになっています。こうすればですね、逆さにしても落ちないよという感じになっています。本体の方のスタンドについては、こちらの下側にですねジョイント用の穴が開いていますので、このジョイントをつけて、例えばこういった5ミリピンのスタンドですね、こういったものがあれば、よいしょよいしょよいしょと、こんな形で飾ることが可能になっています。キットのディティール自体はすごくよくできているので、あとは塗装次第で、かなりですねグレードアップができると思います。ただしですね、映画で見るようなグレーっぽいような塗装がですね、どんな感じでできるのかっていうのが微妙で、 YouTube なんかで検索すると博物館に展示されてあるK のスピナーっていうのがあって、確かにこういう黒っぽいボディの色をしてるんですね。ただし映画だとそういう風には見えないので、この黒の上にやはりグレー系の塗料を塗っていくという形になるんだと思います。間違ってはいないんだろうけど、なかなか映画と同じような雰囲気っていうわけにはいかないと思いますね。素組みで組んだだけでもかなりかっこいいんで、ぜひですね、気に入ってる方は手に入れて組んでみてください。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。